50しか出せない状態になったりとかするんですよね。倒れても大丈夫っていうふうに思うにはこう本当に亀が歩いていくような感覚で日々やってるって感じです。まあでもこれは多分仕事とかにも通じるんじゃないかなって思いますけどね。どうも、格闘家の三上変理大地です。はい、今回は三上変理大地の課題3選、いきましょう。1個目、レスリングですね。レスリング、私の中での持論としては、殴り方って人それぞれでいいんですよ。いいとこ当たれば絶対倒れるんで、というか私の階級とかは特にそうで、重量級になってくるほどストライキングの技術はもちろん大事ではあるんですけど、それ以上にこうレスリングの技術がすごい大事になるかなと思ってて、やっぱ思いっきり殴りたい場合はどうしても思いっきり殴るっていう状態って前傾姿勢になってるんでタックル入られやすいんですよ。そうっていうことは、レスリングにすごい自信があると打撃も思いっきりいけるんですよ。で、打撃の一番大事なものって何かっていうと、思いっきりの良さだと私は思うんですよね。思い切って殴るとか思い切って蹴るとかができると、それもプレッシャーになるし、やっぱり一撃の威力があって、あれ当たったらやべえなっていうような心理状態にさせることによって、そこに対するアドバンテージも取れるんで、だからこそレスリングを磨かなきゃいけない。だから組まれてもそれに対応できるようなレスリング力が必要なのかなっていうふうに思います。で、2個目が柔術ですね。寝技。どれだけレスリングを練習しようが、ちっちゃい頃からずっとやってる人たちにはレスリングの勝負では勝ってないんですよ。頑張ってディフェンスしたとしても下になる時ってのは必ず来るわけで、下になった時に決め技を一つ持っておくとか、下からでも立ち上がれるとか、そういう技術があればまたスタンドになって打撃で勝負できるんで、柔術は自分の中ではディフェンスっていうイメージですかね。柔術を鍛えることはディフェンスにつながる。で、レスリングを鍛えることは攻撃につながる。レスリングを鍛えれば鍛えるほどストライキングが思いっきり良くなるから強くなる。で、柔術はストライキングに戻すためにディフェンスみたいなイメージですね。だから柔術はすごい大事になる。だからレスリングと柔術は1週間の練習のもう9割が柔術とレスリングですね。はい、っていうぐらいやってます。はい、もう思いっきりが良ければ絶対倒れるって思ってるんで、小さい技術とかいろいろあるかもしれないんですけど、世界トップレベルのストライカーとか見てても、俺はまだこいつらには及ばないなとは思いつつも、でもレスリングと柔術を磨き上げればそこに対抗できるんじゃないかってちょっとこう感じたりもするんで、だからこそすごい時間をとってやってますね。でも全然もう伸びるペースがやっぱりレスリングと柔術は本当に難しいんで、こう本当に亀が歩いていくような感覚で日々やってるって感じですね。でもなんか本当ふとした瞬間に、俺この動きできるようになったんだとか、俺こっからこういう動作切り替えられるようになったんだとかっていう瞬間が出てくるんで、その時にすごい練習してるものが出てる、ちゃんと身になってるんだなって感じるから、今のまんまでいいのかなっていうふうに思ってますね。練習の割合としては。3つ目はもうメンタルですね。メンタルで、メンタルは終わりがないですよね。多分どれだけ鍛えようがメンタルが弱いと 100% の状態が120の人と 100% の状態が80の人がいたとして、120の人が 50% しか出せないと60しか出ないわけですよ。でも80の人が 100% 出したら、本来練習とかさせたら120の人の方が強いはずなんだけれども、試合の時ってのはメンタルがすごいこう作用するんで、50しか出せない状態になったりとかするんですよね。でこいつが50、こいつが 100% 出せたらこいつが勝つんで、格闘技に限らず、どのスポーツでもそうだと思うんですけど、本当にメンタルのベースっていうのはすごい大事なものだと思うんですよ。で 100% 出すのってなかなか難しいっていうか不可能だって私は感じてて、どれだけ 100% に近づけさせるかっていう作業なんですよね。パーセンテージすごい少なかったとしても一番大事にすべき要素なのかなっていうふうに思うし、
例えば競技生活の中で死んでいくわけじゃないんで、格闘家としての人生が一区切りついた後はそこから普通に仕事したりとかいろんな人生があるわけじゃないですか。その中でやっぱ格闘技から持ち帰ったものは何ですかって言われた時にフィジカルと技術だけですってなったら他の仕事で潰しなんて効かないじゃないですか。人生において一番使える道具メンタルをせっかく鍛えられるのにこれを鍛えない手はないなって思うから課題はメンタルっていうふうに思いますね。これは一番大事な要素だと思います。レッスン、柔術、メンタルって言ってたんですけど、やっぱそこを集中的に今はそうですね。課題であるゆえに。そうです。多分レスリング、柔術ある程度のレベルいったらまたストライキングもレベルアップさせなきゃいけないと思うんですけど、自分の中ではまずそこを技術としては大事にしてて、あとはメンタルっていう感じですね。レスリングと柔術はなんとなく素人に分かるんですけど、メンタルっていうどういうふうに鍛えてるっていうか、何かやってることがあるんですか？それはあんまり言えないっていうか、企業秘密ですよね。ざっくり言うとね、自分と向き合う時間を作る。でその向き合うっていう状態をすごい臨場感を高めていくっていうイメージですかね。本当にその場にいるような感覚で何をするのかとか、練習の時にどういう動きをするのかとかいうのを考えたり、実行したりするっていう、ざっくりぼんやり言うとそんな感じです。例えば蹴るっていう動作は片足になるじゃないですか。片足の人間ってすぐ倒せるじゃないですか。でも倒されても大丈夫ってやつが蹴るのと、やべえ倒されたらどうしようって思ってるやつが蹴るのとだったら、絶対倒れても大丈夫って思ってるやつの方が蹴りの威力が強くなるわけですよ。強く速く鋭く打てるわけ、思いっきりってなると、倒れても大丈夫っていう風に思うにはレスリングの前に柔術ですよね。そう柔術、下からでも攻めれるし倒されても立てるっていう状態。あとはレスリングがもう片足の状態つかめられたとしても、そこからレスリングできるぜっていう風になってる。だからこの2つがあれば蹴り1つに関して言っても思いっきり蹴れるわけですよ。でその蹴りがプレッシャーにつながる。めっちゃ強い蹴りこいつ蹴ってくるから中入りづらいっていう風に思う。そしたらもっと相手はレスリングしづらくなるんですよ。もしこの蹴りが入った時に顔面に当たったりしたらもうこれ KO だとかってそういう風なメンタルになるともうきつくなってくる。で例えば自分がじゃあ逆の立場になったとして、そういう風になった時にそのメンタルをうまくコントロールするためにはどうするべきかっていう時にメンタルが大事になってくるんですよ。そうだから結局メンタルの話に通じていく。そうメンタル的にベースはそこだと思います。はい。だからやっぱメンタルが最終的に一番大事なんですよ。相手の頭に何を植え付けさせるのか、自分の頭に相手は何を植え付けさせてきたからそれをどうやって取っ払うかとか、そういう勝負もありますよね。世界トップの人がそういうのを意識してるのかどうかは分かんないですけど、でも例えばコナー・マクレガーとかは UFC に入る前からメンタルトレーニング取り入れてますから。でマックス・ホロウェイなんかも言ってましたね、インタビューで。みんなスパーリングに時間費やすけど、スパーリングじゃなくてメンタルトレーニングに時間費やした方がいいんじゃないかみたいな。そうすると怪我のリスクもないし、でしかも自分のパーセンテージも上げれるし、試合で発揮するパーセンテージも上げれるから、メンタルトレーニング本当に大事だよみたいなことを今言ってて、だから結構もう世界のトップレベルのファイターとかは割とそのメンタルの重要性に気づいて、かなりメンタルトレーニング取り入れてるファイター多いですよね。で日本ってのは昔からそういうのをすごい大事にする武道とかがあるんで、私武道に入った頃は逆にそれに気づいてなかったんですけど、それから抜けたっていうか、そこから外れて改めて武道の素晴らしさというか、その精神性をすごい大事にする素晴らしさを身をもって体験したというか、そんな感じですよね。結局やっぱメンタルだなって。考えに気づいたのが、前回の話というかアンディ・コングさん、っていうところ。そうですね。いろいろ振り返ったんですよ。その試合に臨むまでの自分の言動とか、負けた後にすごい考えて、
いや俺心があの試合の時にあそこになかったなってすごいこう感じたんですよね。もう次の試合の話とかしてましたもんね、試合の直前に。次はもうこいつとやるのを考えてみてどうみたいな話で、ああいいっすねみたいな話とかしてて、そういうのじゃ勝てないっていうのはすごい心で理解しましたね。でメンタルって言ったらみんななんかねこうメンタルが弱い人がメンタルトレーニングをしなきゃいけないんじゃないかとかって考えがちなんですけど、そうじゃないんですよ。そういうことではなくて本当にこう技術的メンタルにも技術があるんで、そこをこうトレーニングするっていうことですね。まあでもこれは多分仕事とかにも通じるんじゃないかなって思いますけどね、どうやってパフォーマンスを出すかっていうのは格闘技も仕事も多分同じだと思うんですよね。人付き合いもそうだし、気の持ちよう心の持ちようとかってよく言うじゃないですか。日本語だってあるわけで、本当の意味を心で理解するとすげえ確信ついた言葉なんだなって思いますよね。はい、じゃあ三上編入第一の課題3選、ということで、お送りしました。また次回の動画も、見ていただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。甲子園とかでもね、すごいいいのが当たったらそのままズラズラズラって負けるシーンとかあるじゃないですか。それは高校生はメンタルの調整がすごい浮き沈みが激しいじゃないですか。高校生ってすごい喜んだりすごい悲しんだり、そこでやっぱプロの世界と、ね、高校生のアマチュアの世界の、明確な差だと思います。